にちは。うっさです。畑の横を拡張し、村によくある謎の建築物を置くことになったので、青緑の羊毛を作りました。でも、サンプルを確認してみると、羊毛って、屋根にあったんだよ。建築って、下から上に積み上げるよね。羊毛より先に準備するものがあるってこと。ハーフの板材とかね。ただ、羊毛を作ったばかりなので、ブロック製作は休みたい。地形をいじる？そうだね。土台作りから始めますか。うわぁ、相変わらずバカでかい範囲だ。完全に見切れてる。うっさくん、頑張ってくれたまえ。ではじめに、1段目のブロックから置いていくことにした。サンプルハウスも移動しよう。確認するのにも、移動距離が半端ないからね。移動完了。畑に近い位置から印をつけていく。数えやすいよう、設置したブロックの角にバリアブロックが置かれているので、これを数えた3つ目に赤い羊毛で印をつける。つけた印がここなので、これを起点に印となる羊毛を置いていくって寸法だ。横のラインに印をつけたので、次の目的地へ向かいます。ちょっと好奇心からエリトラで飛んでみる。その方が距離感がわかるかもしれない。エリトラで飛んでも結構な時間がかかるんだな。着いた。花火1本分くらいの距離。スライムが怖いのでささっとクリエに戻りました。印をつけ終わったら、草ブロックを置いて、形を縁取り、草になる内側も肉付けします。残った部分は2段目の草ブロックの下敷きになるので、土ブロックを埋め込みました。土ブロックが並んでいる状態を初めて見るんだけど、模様の線がくっきり出ちゃってますね。草ブロックにもその片鱗はあったんだけど、目立たないってことにして放置していました。模様が浮き出る原因なんだけど、土の置かれ方にあるんですよね。クリックした時に出る黒い枠に収まったブロックを見てほしいのだけど、この3つのブロックが同じ向きなのがわかるよね。でも、横にある土の模様は違うんだよ。こんな感じ。3つが同じ向きだとして、1つだけ90度回転している。これがいろんな箇所にあって、向きも再現しようと、法則の分析を試みたこともあったんだけど、全くわからず諦めました。まあ、今回は隠れる部分ってことで、問題ないね。次に設置するのは2段目の草ブロック。この部分になります。土の上にかぶせていく。色分けされてるので、印付けが省けて楽だったけど、量が半端なかったので、途中から連続撮影が1列ずつになってしまったけどね。で、ほぼ完成となって確認してみたら、職人の家の崖下が真っ黒になっていたので、見に行ってみる。おー、湧いてますね。いたずら心に火がつくよ。あらら。体が大きくなっちゃった。これはもう、暗視ポーションを使って震え上がるモブでも眺めるか。モブがゴミのよ。って、あれ。なんだこれは。ブロックを置き忘れてるじゃないの。コマ撮り画像の、ストップ。出だしで失敗してるだと？なんてこった。よりにもよって、こんなミスをするなんて。何か悪いことしたっけ？どんな罰ですか？撮影のやり直しなんてしないからね。むむ？少し前のうっさ再現 VTR？ いじめる気満々だったって。すいませんでした。まあ、過ぎたことを気にしても仕方ない。全身あるのみだ。影が落ちて真っ暗になった場所に、ライトブロックを並べる。モブで大渋滞の中をかき分けて、ライトブロックを敷き詰めました。引いてみると、ライトブロックだらけだね。サンプルハウスを確認してみよう。サンプルハウスの段差がこれ。どうかな？似てるかな？謎の建物を設置する前に、撮影ポジションを探して飛んでいると、大自然の壁に阻まれてしまった。これは、聖地が先かも
しれないね。頑張ろうね。声が小さい。